もちフォトのシェフです。大地です。今回は雑談っぽい動画になります。なので話題ごとにタイトルをつけてみました。1、かわいいワンポイント。2、飴とムチ。3、パンと音楽とアンティーク。なんか怪しいタイトルばかりじゃないですか？これ本当に写真関係の動画になるんですか？なります。じゃじゃん。ついに届きました。何が届いたんですか？ちょっと前に先行レビューをさせてもらったキスター 28mm F3.2M の製品版が届きました。独特の描写を気に入って製品版は絶対買うって言ってましたもんね。ついに発売したんですね。まだ試作品の方も手元にあるので2つのレンズを見比べてみたいと思います。まず一番最初に気づいたのはフォーカシングレバーの色が変わったことです。試作品は銀色でしたけど製品版は黒色になっていますね。基本的にシルバーデザインの方が好きなんですけど、部分的に黒色が混ざっているのも意外とありかもって思いました。そうですね。ワンポイントの黒色は可愛いし引き締まる感じがありますね。それと製品版の方は少しだけレバーが大きくなって操作性が高くなりました。あとこれも本当にわずかな差なんですけど、絞りリングとピントリングの隙間の幅が変わっていますね。幅が広くなったことで意図せず別のリングを動かしてしまうことが減りそうですね。よく見ないと気づけないくらいのアップデートですが、木下工学研究所さんの質の向上を突き詰めていく姿勢を感じ取ることができますね。ものを作る人ってすごい。妥協のない製品作り、めちゃくちゃかっこいいです。描写性能は試作品、製品版ともに違いはないようです。ということは、魔法のような描写は健在なんですね。どんな写真が撮れるかは以前の先行レビュー動画で解説していますので、そちらを見ていただけたらなと思います。では次の話題に移りましょう。なんともちフォトの写真がとある雑誌に掲載されました。雑誌に掲載されたんですか？まさか念願のカメラホリックですか？カメラホリックさん、時々もちフォトの写真の投稿をリツイートしてくださるんですけど、あれはもう本当にめちゃくちゃ嬉しいですよね。でもよく考えたら無名の持ちフォトがカメラホリックに載せてもらえるなんてことはまずないですよね。ありえない。それは僕も承知しています。で、今回はですね、海外の写真雑誌に掲載されたんです。それがこちらの雑誌です。海外の写真雑誌ですか？レポンセス？レポンス？フォト？どこの国の雑誌なんですか？確かフランスですね。もちフォト、ついにフランスデビューです。こういう写真雑誌があるんですね。知りませんでした。この号はたまたま自転車の写真が表紙になっていますけど、中身はしっかりとカメラ雑誌でした。翻訳アプリを使って一通り読んでみたんですけど、
機材の紹介や写真家のコラムなど盛りだくさんの内容でした。持ちフォトの写真はこのページに載っています。結構大きく掲載されていますね。どんな内容が書かれているんですか？この写真について褒める人と批判する人がいるっていうコーナーです。飴とムチ的な感じです。褒めるだけでなく、アドバイスもしてくれるっていうことですね。一つの写真でもいろいろな見方、見解があるものだなぁと勉強になりました。持ちフォトの写真を取り上げてくださり、本当にありがとうございました。ちなみにこの写真もキスター 28mm F3.2 で撮影した写真ですよね。この雑誌の掲載がきっかけになって、フランスから木下工学さんへ注文が来ることになったら面白いですよね。ぜひフランスの方々にもキスターを使ってもらいたいです。そんな勝手なこと言っちゃダメでしょう。木下工学研究所さんが海外への販売に対応しているのかわからないのに。とりあえずレンズが気になる方は木下さんに相談してみてください。概要欄に木下工学研究所の URL を載せておきます。はい、では次の話題に行きましょ僕がイベントの撮影スタッフとして写真を撮ってきましたっていう話です。う。撮影スタッフやりたいって前回の動画でも言ってましたもんね。何のイベントで撮影してきたんですか？今回は東京で開催されたパンと音楽とアンティークというイベントで撮影してきました。パンと音楽とアンティーク、なんて贅沢な組み合わせ。夢のようなイベントですね。一部の写真だけになりますが、当日僕が撮ってきた写真をお見せします。シェフさん、僕の頑張りをとくとご覧あれ。うん。これはパンが売っているエリアの写真ですね。どこのお店も列ができていて大盛況でした。すごい人の数。これだけ人が多いと写真を撮るのも難しそうですね。美味しそうなパン屋さんばかりで、本当は僕も買いたかったです。でもこの日はあくまでも撮影スタッフ。とにかく一日中撮ることに専念しました。本当にたくさんのパン屋が出店しているんですね。すごく賑わっていて活気のあるイベントだっていうことが写真から伝わってきますね。パンだけではなく、古道具やアンティーク雑貨のお店もたくさんありました。これはリサ・ラーソンのやつですね。そうなんです。北欧テイストのお店もあったりして、アンティークといってもいろいろなジャンルのお店がありました。この青いポットとかめっちゃくちゃ可愛かったです。このクマ、うちにあるやつと一緒じゃないですか？何年か前に別のイベントで購入したブリキのクマがこのイベントでも売っていました。うちのやつと色違いですね。ゼンマイがついていて動くんですよね。この何とも言えない動き、かわいい。その他にはクラフト作家さんの出店もあって、アクセサリーが売っていたり、あとは古着のお店もありました。この2枚の写真は広告に使われてそうな完成度を感じますね。いい感じ。宣伝映えしそうな写真が撮れたなぁと心の中でガッツポーズした2枚です。音楽の要素としてはディスクユニオンさんが出展していて、レコードの販売をしていました。ディスクユニオンの出店もあったんですか？いいなぁ。
いやー、本当にめちゃくちゃいいですよね。僕もレコード買いたかったんですけど、やっぱりここも我慢。撮影に専念しました。その他にはいくつかのブースでライブが開催されていたり、DJ ブースもありました。すごく盛り上がっていました。個人的には DJ ブースが激アツ、胸アツでしたね。根っからの音楽好きが集まっている感じが伝わってきて、すごく素敵な空間でした。ちょうど桜が咲いている頃に開催されたイベントだったので、本当にいい雰囲気でした。それに加えて、東京オーバル京王閣っていう競輪場でのイベントだったので、特別感もありました。場内に池があるのも僕的には押せるポイントの一つです。大地くんが撮った写真を見て、イベントの活気とか雰囲気の良さとかすごく伝わってきました。パンと音楽とアンティーク、次回開催するときは私も行きたいって思いました。写真を見た人にこんな風に思わせることができるっていうことは、これはかなりいい仕事ができたんじゃないですか？そう言ってもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。本当に頑張った甲斐があった。あと、大地くんらしい写真もあるけど、先方の使い道を意識した写真を撮ることもできているなって思いました。確かに運営の方々に喜んでもらえる写真を撮るということを意識しながら撮影しました。プライベートでの自由な撮影とは違ってプレッシャーがかかりますが、その分充実感もありました。今後も依頼撮影があればできる限り積極的に応じていきたいって思っています。ぜひ DM などお待ちしております。このパンと音楽とアンティークというイベント、実は秋の開催も決定しているみたいです。概要欄にリンクを載せておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。持ちフォトがきっかけになってイベントに行ってくれる人がいたらめちゃくちゃ嬉しいです。今回の動画はこれで終わりになります。ありがとうございました。